強チャンネル。皆さんはじめまして、つくよみちゃんです。皆さんは、自然対数をご存知ですか？ネイピア数 E を何回かけたらその値になるのかを表す数です。対数は数の掛け算を足し算で表現できる便利なもので、定にネイピア数を使うのも便利だからです。今回は対数そのものの性質ではなく、実際に計算で求める方法を見せます。この授業の目標はこちら。正の自然数 M の自然対数を計算することです。それでは、授業に移りましょう。はじめに、等比級数のおさらいをします。級数とは、数列の無限和です。初項 A0、項比 R で与えられて等比数列 AN に対して、A0 から AM までの和の M についての極限のことを等比級数と言います。特に、項比の絶対値が1未満の場合は級数が有限の値に収束します。項比の類乗の極限は0に収束するからですね。すでに言った通り、級数とは和の極限です。等比数列の和はこのように表せます。項比の絶対値が1未満であれば、項比の類乗は0に近づきます。よって、分子の R の M プラス1乗がなくなってこれが成り立つのです。ちなみに項比が1やマイナス1の場合にはどうなるかというと、どちらも発散します。R イコール1の場合には1が無限に足されて無限大に。R イコールマイナス1の場合には値が0と1を行ったり来たりして定まりません。ただ、絶対値が1以下であることは明らかです。とても大きな数で割るととても小さくなります。前者はそうではありません。要は、発散はするけど有限の範囲だということです。次に、対数関数の級数表現を見せましょう。絶対値が1未満の x についてこのような関係が成り立ちます。今回は関係ありませんが、x が複素数の場合にも同じことが言えます。絶対値が1未満って、先ほどの等比級数の収束条件と同じですね。実は、この関係は等比級数からも導けるんです。証明。x の絶対値が1未満の条件下で、得られた関係を用いて積分を行います。積分の区間が0から x までなので、当然 u も絶対値は1未満です。この区間上では、右辺の積分と相和の順番を入れ替えることができます。右辺の無限級数が一様に収束するからです。一応言っておきますか。積分と直電の順番は勝手に入れ替えてはいけません。皆さんはどうぞ戒めて、心に留めておいてください。両辺とも各項の原子関数がわかりますね。上端と下端をそれぞれ代入して、結論を得ます。左の関係の一方が証明できればもう一方も成り立つことが即座に言えます。証明ができました。根確認したこの関係を用いて目的の結論を得ます。大まかには、補足です。積分と極限の順序交換が何かわからない人向けの説明です。関数列 F、N の積分値の極限と極限値の積分が一致することがあります。数の列が数列、関数の列が関数列です。成り立つことがあるといったように必ず成り立つものではありません。成り立たない例にはこのようなものがあります。0から無限大までの範囲において F、N の積分は無限大に発散します。高さが N 分の1で幅が無限大の長方形の面積ですね。N 分の1は極限は0に収束しますが、あくまで有限の値です。極限値は0なので、それを積分しても0ですよね。0をいくら足しても0です。積分と極限の順序交換は成立するための十分な条件として、与えられた関数列が一様収束するというものがあります。強すぎる条件です。しかし、今回の例がこの条件を満たすので、順序交換ができました。等比数列の和を関数列 F、N とします。関数列の引数は x ではなく u です。お間違いのないように。0から x までの積分なので範囲は a 区間 x0 または a 区間 0x でしたが、これを一つにまとめた絶対値 u 小なりイコール絶対値 x を取ります。x の正負によって区間が変化しないようにまとめて大きくしました。この時 f、n の極限は当然1マイナス u 分の1に収束します。ここまでは等比級数の話です。関数列が一様に収束するとは、関数列と極限の差がない。つまりは差の上限は0以下であることです。
これを計算すると、このような形で表せますね。u の絶対値が u 以上であることから、1、マイナス u 分の1、小なりイコール1、マイナス絶対値 u 分の1が言えます。u が負の場合に統合が成立しなくなります。x の絶対値は u の絶対値以上なので、この関係も当然言えます。x の絶対値は1未満なので、その類乗の極限は0に収束します。分母は有限なので影響しません。u の値によらずに f、n が収束することが分かりました。これが一応収束です。f、n の一応収束性から積分と極限の順序交換は可能だと言えます。一応収束性は強い十分条件です。他にも交換は可能な条件はあります。本題に戻りましょう。本題とは、左にある目標を達成することでした。すなわち、正の自然数の自然対数を計算することです。しかし、得られた公式をそのまま使っても表せません。なぜなら、x の絶対値が1未満の時の1、マイナス x は0超2未満だからです。でも、その略数を見てみると正の自然数をすべて含むことがわかります。ある数の略数の対数は元の数の対数のマイナス1倍です。ですから、これまで得た情報で正の自然数の自然対数を計算できます。この引数外無になるような x を求めます。ちゃんと1未満になっているので、ln、m は級数で表せますね。おめでとうございます。これで目標は達成です。短いですが発展編も用意しました。対数の級数表示を2つ使って、このような関係が言えます。2つの級数を足しただけです。左辺の引数が m になるように、x を m で表しましょう。やはり1未満なので、ln、m はこの級数でも表せるようです。これの何が発展なのかというと、先に得た級数よりも収束が早いんです。より少ない項数で厳密な値に近づきます。結論です。1以上の整数 m に対して、この関係の成立が言えます。最後に、おまけです。実際に対数の計算をしてみました。サムネイルにある2と3の自然対数を、それぞれ2つの級数で求めます。まずは ln2 から見てみましょう。ln2 は級数でこのように表せるので、分子が1になって計算しやすいです。5次の項まで近似すると小数第1位まで一致することが分かりました。2桁しか一致しませんでしたが、項を増やせばより高精度で一致します。続いて、発展の級数を見てみます。先ほどと同様に5つ目の項までで近似してみましょう。小数第5位まで一致しましたね。これがより早く収束するということです。少ない項でより高い精度で近づきます。次は ln3 を見てみましょうか。仮定の説明は省略します。ln3 は 1.09861228 と続きますが、ln2 よりも近似の精度が低いです。実はこれは当然のことで、今日求めた自然対数の級数表示は、x イコール0の付近で一致するべき級数展開、すなわちマクローリン展開だからです。m が大きくなればなるほど x は0から遠のき、近似精度が落ちます。その分近似に必要な項の数が増えるんです。だから、よりたくさんの計算をしないといけません。今回は、求めることがゴールでしたが、今度はより早く計算できる方法を見つけてみてもいいかもしれません。今日の授業はこれまでです。私のお話が面白かったら、動画の高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。